出汁取りたいとこから始まるんで、はい、熱いお湯が欲しいですよね。はい、いつも食べたいんだよねって言っていただけるような、ね、普段使いで使っていただけるお店を作るのが目指してる場所ですね。今どんどん店舗増えてってるのもやっぱり最初のスタートがこういう札幌の外れからスタートだったんで、食べに来ていただけるのも嬉しいんですけどね、やっぱりもう少しお客さん側に寄ってっていうのもやりたいので、きれいにどうやって早く出汁を取れるかっていうのをやってるので、この出汁袋の中に本当にチップ状にしてカツオがこう早く出るようにっていうような形にして取ってるんです。もうちょっとです。うちはストレートダレを作るんですよ。一気に作り置きてるんですけど、飲めるような状態で作るので、ここからストレートダレっていうんですけど、ここからストレートでそのままどんどん使っていくっていう、これがどんどん減っていっちゃうっていう、昨日作っただしと今日作った1日寝かす、2日寝かすことによってうまみ成分が立つんですよ。そのリスクとしては風味が落ちるんですよ。基本的にはやっぱりうまみ残しつつ風味も欲しいから、昨日おととい作ったうまさが増しただしに今日取った風味の強いやつをブレンドしていくっていう、結局はそうストレートとして作っていく。うちで言えば大型店が3つあるんですけど、本店と手稲店と千歳店の大型店は今もそのやり方を取ってるので、こう街の中心部とかに入っていくとお店がどんどんちっちゃくなっちゃうので、この出汁を寝かしておくための冷蔵庫が店内に置けないんですよ。ここはやっぱりちょっとやり方の製法は多少変わっては作るんですけど、大型店の3つに関しては従来通りのその寝かす出汁っていうのもうまく使いながらやってるんですよ。出汁が本当そのお蕎麦をどれだけ引き立てれるかっていうのはこの出汁で決まるっていうチェーン展開してるところで、うちらのようなちょっと変わった手打ちのレトルト縮れ麺の作業で01で打ってるものをこのバランスよく店舗展開しながらやってるっていうのは全国でも珍しいってすごく言ってもらえるので、そこがうちの中でもやっぱり一番売りなのかな。組織としてのチームワークとしてですね、みんなどんどん頑張ってもらってるので、ここで食べても美味しいよって言ってもらえるように維持できてるのかなと思うんですよ。
ただそぼろ丼ってやってるんですよ。これを業者に回してひき肉にしてもらってる。今切ったのではい何日分ぐらいなんですか？これだけで言ったら1日持たないです。柏はすごい難しくて、鴨はただシュッシュッシュッって切っていくだけなんですけど、筋は何か使われるんですか？いや、これは使わないです。こ使わないです。っちの皮はだしに入れるときに一緒に入れて油でだし取って盛るときはこれを取るんです。インスタグラム結構更新されてるんですか？ストーリーは毎日出してます。はい。10店舗ありますね。道内8店舗あるんですけど、ポルシェ内に7店舗で、千歳市に1店舗で、あと千葉に2つあります。幅的に言うとですね、33席なんですね。はい。本当の繁忙期ってゴールデンウィークとかお盆とかの夏になるんですけど、300人から400人ぐらいずっと忙しいですよね。オープンから最後まで忙しいです。基礎と同じような扱いで、北海道の赤井川だったかな、そこに自生してた松の木をこう切ってきて、で自分たちで剥いた木がこう針としてこう店にドンと入る。ベックスさんっていうところのログハウスの専門店の人とこう話しながらやってたんですけど、女性客を引きつけるのはどうしたらいいかっていうところで、そこにやっぱこだわって作ったのがこの本店でもあるんですけど、大会にエントリーしたんですよ。それから1年経過してエントリーかけて、2009年度の日本ログハウスオブザイヤーですね、レストラン部門の優秀賞っていうのを取らせてもらったっていう。うちに一人ね、そばを打ちながら写真が趣味でずっと写真を撮ってる本州出身の子がいて、でその子はね、どちらかというと写真がメインなんですよ。写真がメインで空いてる時にそばを打ちに来るような感じで、この飾ってる写真がね、全部その子が撮った写真で、この北海道のあっちのこう季節によってその子がこう撮った写真でこう描いてるんですけど、鶏を一旦炒めて、それからカレー作る。北海道産のもも肉使ってて、いい肉使ってるんですけど、うちの柏そば用の鶏肉でもカレー用も全部一緒なんですよ。できるだけこう品質のいいもので美味しいものを使おうという形にはしてはいます。北海道って美味しいもの多いじゃないですか。野菜にしてもお肉にしても。北海道って実は地産地消でやるのが一番安いし美味しいしなんで。僕ね、おじいちゃんおばあちゃんがお蕎麦屋さんなんですよ、もともと。日高地方に泉食堂ってあるんですけど、そこもう60数年やってまして、うちの母方の実家で家も隣にあったので、お蕎麦文化で育ったんですけど、親元離れて高校に来て、大学は静岡に帰ってきてサラリーマンやってとかで、サラリーマンやりながらお蕎麦を食べ歩いてる時に、おじいちゃんおばあちゃんのお蕎麦ってすごい美味しかったなと思いながら、この味をやっぱり札幌で出したいなと思うところから、実家に戻っていろいろと自分が独立するための準備で勉強させてもらうっていうところから始まりますね。で31になる時に札幌に進出してきて、妻と2人で、一から桜というお蕎麦を作ったっていうところから始まるんです。お金もないですから、ちっちゃいお店を借りて3年ぐらいそこで始めて、今こっちのお店を建てたってところです。一番初めの創業は何年なんですか2005年の12月の年の瀬なんですけど、クリスマスぐらいの時にオープンしたっていうのが一番最初なんです。うちの麺は基本的にはやっぱり防腐剤とか何も入れてないので、そば粉と素割り入れてるだけなので、あとはこの建物の地下に200メートルで井戸掘ってるんですよね。この下にもうめちゃくちゃ良質な、一生枯れることない某有名なジュースメーカーのミネラルウォーターがそのお水から作られてる。このお水で基本的には麺をこう打ち、いい
いい水で打つことによってお蕎麦はやっぱり全然生き生きとするので、まあ、水道ひねれば当然全部その水が出るので、お出汁のカツオの出方もやっぱものすごくいいんですよね。軟水のきれいな透き通った水が出るので、やっぱりすごくお出汁が透明で美味しいかなっていうのが、こうやってないんですけど、やっぱここがやっぱ一番お出汁が美味しいかなっていう一番人気って何になるんですか？やっぱり鴨を使ってるものが多いですね。鴨そば、鴨せいろですね。カレーも人気です。夏場でしたら冷やしたぬきも人気あります。記憶が定かじゃなくなっていいですか？ああ、別にこっち来ないでいいからね。おはようございます。最初が普通のりと温め2枚。あー、ごめんなさい。見て。はい、小豚、大豚ね。研修中ですね。どうもつけて。これをって。そぼろ丼でございます。忘れてる気がする。お願いします。
礼いたします。カモセロのお客様。はい、だから失礼します。長田タイプ。昔はなんか入ったの？はい。鳥花巻き。やってますか？冷やしたぬき。ダイレクスタヌキ6分後です。冷やしたの。そうですね、4年弱ぐらい。どれぐらいの頻度で来られる？月にしたら1、2回ぐらいですね。今日は何頼まれたんですか？今日柏ですね。一応あと結構ね、せいろが多いですね。やっぱりそばかな。そばが美味しいですね。いらっしゃいませ。22って入ってます。22です。22です。いらっしゃいませ。はい。ありがとうございます。梅おろとエビって上がってる。はい、梅おろ。お願いします。勝ちはいけます。取り方がある。お待たせいたしました。卵とじそばでございます。どうぞ。お菓子引き出しの中にございます。ありがとうございます。
そばに特徴があって少し麺がやわめに打つんですよ。硬いと縮めてくれないので少しやわめにするんですけど、やわくやるためには打ち粉をすごくふんだんに使うんですよ。この打ち粉がめちゃくちゃ溶け込むので普通のお蕎麦さで考えられないぐらい濁ってくるんですよ。ドロドロの蕎麦湯をドロッと飲むっていう蕎麦湯を一緒に楽しんでいただきたいっていうのが一つの売りではあるんですよ。いらっしゃいませ。お願いします。お待たせしました。ごちそうさま。お待ちください。すいません。入れます。よくこちらの店ちゃんと来られるんですか？地元が近いんで1年に4、5回は来るかもしれないです。そばが太くてもちもちしてて他にはない感じの美味しさですかね。いらっしゃいませ。はいよ。
から失礼します。エビ天そばでございます。私は豚肉サンドイッチご注文以上でお揃いでしたか？はい。お願いします。もうせいろ10お願いします。10の2かもせいろ。お待たせいたしました。失礼いたします。注文の品お揃いですか？ありがとうございます。失礼いたします。どうぞ。めちゃくちゃうまいです。最高です。そば湯ないとないんだな。そば湯。うん、まだ終わり。よくさくらさんって来られるんですか？子供できる前は来てたけどね、久しぶりに来ました。好きだよね。うん、いつも何頼まれるんですか？やっぱりせいろが多いです。鴨とか鴨せいろ、やっぱそばだよね。太さ麺がね。ね、ちょっとびっくりしたよね、最初は。美味しいです。本当ですね。本当ですね。盛りの鴨せいろ。お願いします。大盛り天ざるです。注文されるものってどういったもの？この時期は柏山菜が多くて、牡蠣が出る時は牡蠣そばが多くて、あと春と夏は冷たい盛りそばが多いんですけど、春はアスパラの天ぷらを出してくださるので、それを注文することが多いです。
こそば10の2。あともう1個いる？それ2枚ね。はい。お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。カレーライス。はいよ。失礼いたします。お待たせいたしました。カレーライスでございます。